皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは当チャンネルの主要テーマ、その一つである小型株受給についてデータの更新を行っていきたいと思います。少し間が空きましたので、具体的にどのような分析を行っているか簡単におさらいしますと、とある銘柄が株価の急上昇を引き起こす初期段階においては適正価格からの乖離というのが生じ始めます。小型株の流動性というのはあまり少ないものが多いですので、いつもの値段より少し高くなってきたなというところで個人投資家が買ってくると、基本的にはその個人投資家の中でも信用買いを行っているような株券というのは証券会社が名義保有していますので、少しでも利益を得ようということで空売りをしてくる機関投資家に株券が貸し出されます。そうすると空売りの投資家というのは適正価格から上昇している銘柄ですので、いつか下がってくるだろうということで、期待の剥落狙いと、どこかのタイミングで大きな空売りを仕掛けてきます。この段階でずるずると株価下がっていく場合というのは、空売りの投資家思惑通りで、そこからの株価吹き上げというのは期待できない展開にはなっていきますが、ご覧いただいている例えのチャートのように、個人投資家の買い需要というのが引き続き旺盛な場合、空売りの投資家の売り需要を上回るような買いの勢いというのが継続すれば、この場合はですね、空売りの機関投資家というのはどんどんと評価損が膨らんでいく状況。一方で先に買っていた個人投資家というのは株価上がっていますので利益が出ている状況です。この段階において買っているうちの信用買いを行っていた投資家というのは当然利益確定をしたくなりますので、株券を返せというような動きに出てきます。先ほど起きていた矢印貸し出しの動きとは逆回転、巻き戻しが起こってきます。そうするとどんどんと流通している株、もともと小型株ですのでそんなに大きな流通株数ない中で、空売りの投資家というのは評価損が出ている状態で買い戻しをさせざるを得ない状況になるといったことで、さらに大きな株価の吹き上げが生じるといったような、そういった一般的なロジックに基づいてご覧いただいている3つの条件をそれぞれデータで横比較しながら、この吹き上げの状態が一番近い小型株がどれかというのを探していく企画となっております。以前は左上の信用売買空売り算のデータのみで分析を行っていたんですけれども、こちらのシナリオを基づいて3条件で今年入ってからは分析するようにしております。それ以前から行っていた空売り算信用売買のデータについてはご覧のような分析手法ですね。棒グラフのオレンジは空売り算信用売りの数量、これがだんだんと増えているような銘柄。一方で水色の信用買いの数量に関しても空売りの種となりますので、基本的には同じように拡大の傾向があって、そこから巻き戻しが起きそうなぐらい膨れ上がっている、あるいはすでに1周目2周目巻き戻しが始まっているんではないかといったような分析を各銘柄で行って探していくというわけですね。それでは前回ピックアップした銘柄の検証をまずは行っていきたいと思います。前回第7回でしたけれども、その時に注目となっていた銘柄というのはプラットフォーム、クオリプス、そしてペルセウスプロテオミクス、さらに一番下のデフコンサルティングですね。このあたりが注目になってくるんではないかと。さらに下から2番目のアイビスも追加して5銘柄の中で様子を見ていくですけれども、最後ですね、訂正判断のところでデフコンサルティングに関しては少し手を出しづらいんではないかといったような締めくくりで注目の銘柄をピックアップしておりました。またその際に今ご覧いただいていたデータが信用売買空売り算の購買分析、以前から行っていた手法ですけれども、そこでピックアップされた銘柄に関して割高割安の指標を横比較したときに、利益が出ている小型株に関しては PER、あるいは横比較しやすい SR、売上高に対する株価水準ですね。このあたりを標準化して比較すると、ある程度一定水準を超えてくる場合というのはもう標準化の上限を決めてしまって行っていますので、同じような数字が出てくるところもありますが、これらの割高割安指標の中で株価が直近ですね、上がり気味のもの、つまり冒頭でご覧いただいた吹き上げの初期段階にあたるような銘柄はどれかというような見方をしたわけです。そうすると上の3銘柄、プラットフォーム、クオリプス、デフコンサルティング、このあたりは割高、利益はまだ出ていない赤字の状態ではありますが、株価が上がってきている、あるいは底堅いような展開ということであれば、先回りしている期待が膨らんできているんではないか、もうすぐ空売りの投資家に目をつけられそうな存在であるというような見方をしていたわけですね。
それ以外に関しては、アイビス、ペルセウス、プロテオミクスは一段落ちますけれども、PSR、あるいは PER が高いような水準、こういったところも踏まえてご覧いただいているような銘柄を1月の10日にピックアップしたわけですね。そうすると、結果としてどうなったのか、これまで当企画は8回行っておりますけれども、ご覧いただいているように、それぞれ4銘柄あるいは5銘柄程度をピックアップして、左側、購入フラグとなっているところで、データ的に注目に値する銘柄ではあるものの、訂正判断で推奨銘柄から除外していた銘柄は0。つまり訂正判断が正しいかどうかを検証するためですね。そして購入フラグ1というのは実際に推奨した銘柄というふうになっています。基本的には1ヶ月あるいは2ヶ月のうちに1回程度更新するようなペースで行っていますけれども、ご覧いただいているように購入フラグが1となっている銘柄に関してはそれなりにうまくプラスの収益が出ているといったような状況です。そして第8回のところ、こちら枠で囲っておりますけれども、この回からですね、新たに先ほど申し上げたような3項目、3つの条件のデータで細かいデータを用いて小型株の中から銘柄選別を行ったところ、プラットフォームクオリプス、プロテオミクスはかなりの超過収益、それぞれが 70% を超えるパフォーマンスを記録しております。一方でデフコンサルティングに関しては、少し定性的にはチャートの形状などですね、あまり芳しくない、あるいは定位株80円というところからのスタートですので、なかなか上にも下にも重いような展開が想定されるかもしれないといった内心思っていたところがあったんですけれども、こちら3月21日時点では86円でしたが、ところどころで100円を超えるような展開も見せており、20% 近くの超過収益を得る機会はあった。そんな展開の銘柄たちでした。急に運用成績良くなっているやないかというふうに思われるかもしれませんが、この期間はですね、どちらかというと、大型株中心に逆風、トランプ大統領の関税問題などもあり、3月以降、難聴な展開続いていますけれども、相対的に小型株に対しては、フォローの風が吹いていると言いますか、底堅い展開といったところが見受けられる中での選別でしたので、あまりこちらの結果に気を良くせず、今後も引き続き注意深くデータを見ながら銘柄選別をしていきたいなと考えているところですね。それではお待たせいたしました。最新のデータを用いて3月27日までの需給分析を行っていきたいと思います。そうするとですね、前回よりも少しリストが増えましたけれども、まずは信用売買空売り算の棒グラフの近似値を取る購買分析のデータですね。これを横比較銘柄ごとに行いますと、ちょうど真ん中紫の棒グラフになっている空売りサイドの差という項目、これが直近でプラスになっているところですと、かなり足元で空売りの勢いが増しているというような評価です。それに対して直近比率、流通量に対して空売りの数量がどれくらいの割合になっているか、この数字も大きければ大きいほど空売りが積み上がっている、需給が逼迫してきているよという銘柄たちですので、このあたりが大きいものを中心に選ぶんですが、右側青の棒グラフですね。信用買いの数量、こちらも一定水準があった方がいいんですけれども、逆にこちらはあまり大きくなりすぎていないか、そして急激に減っていないかなというような項目、上から2番目の 218 リベラウェア、ちょっと読み方合ってるかわかりませんが、マイナス 17.12 と急激に信用買いがしぼんでいる、こういった銘柄というのがちょっともう今から入るには遅いかなという感じです。一番右側、2週間前の株価との比較で 33% のプラスが出ていますので、こういったところ比較しながら注目銘柄を選んでいきたいというわけですね。そして出来高10日間の比較ですけれども、これもそれなりに盛り上がっている銘柄、あまり出来高平均に差がない場合は1ちょうど、それを下回る場合は出来高が減っていますよと、そして上回っている場合というのは出来高が増えている、つまり注目が集まってきている銘柄ということになります。そうするとですね、どのような銘柄今回注目していきたいか見ますと、3番目のムコム、そして5番目のブルーイノベーション、そして下から5番目のアンバンクド、そこから3つ連続ですね、トラソンプロダクト、オルツといった銘柄、こちらが今回は注目していきたい銘柄というふうになります。簡単になんでピックアップしたかというところですけれども、この後ですね、割高割安の項目であったり、大量保有報告の詳細を見ていたときに面白いなというところなんですが、この中の項目で言いますと、最初に申し上げた空売り数量の増加の勢い、空売り数量は盛り上がっているのに
信用買いの数量があまり増えていないといったような状況。これはですね、一方的に需給逼迫の方に進んでいるというわけです。あるいは出来高の盛り上がり方や2週間の株価推移というのが大きく上下していない底堅い展開でじりじりと上がってきているような展開というのが空売りの投資家にとっては苦しい状況となっていきますので、そのあたりを注目していくといったところになってきます。このチェックがついているところ、同じような観点でご覧いただいている皆さんもリストの他の銘柄で面白そうだなと思った銘柄ありましたら、今後注目していただければ幸いです。今ご覧いただいたリストの銘柄で PER や割高割安の指標をご覧いただきますと、上から2番目のアンバンクド、若干割高といったところ、一方で PER が出ていますけれども、赤字企業ではないということですので、もう少し期待が今後乗ってきてほしいなというような銘柄。4番目、ブルーイノベーション。こちらは第7回の時にピックアップしている昨年ピックアップした銘柄ですけれども、これがですね、今足元でかなり急騰している銘柄となります。この株価の上昇というのが今後も続くのかというのもちょっと見ていきたいところですね。そしてトラスオンプロダクト、こちらは PER とともに割高な数字が出ています。そして株価がそんなに下がってきていないというところでピックアップをしています。そして一番下から4番目のハートシード。こちらは先ほどご覧いただいた信用売買空売り算のデータの中で一番上に出てきた銘柄。さらにはこれがかなり割高な水準ということで、株価ちょっと乱高下が激しいような展開そうですが、具体的に見ていきたいと思います。そして M コムとその下のオルツ。これらの銘柄 PER や PSR は割高というほどの大きさではない。かつ株価推移に関しても少し難聴な展開ではありますが、大量保有報告の中で面白いデータがありますので、ピックアップして最後精査を行っていきたいと思います。こちら割高割安に関してはご覧のようなチェックがついているところが比較的大きな数字として注目していくポイントですね。それではここまでピックアップした銘柄で最後空売り投資家の動向というのをご覧いただきたいと思います。一番左側、銘柄名対象となっているものですけれども、この中で空売りの機関投資家ごとに時系列に遡っていく、そういった見方をしていきますと、例えばハートシードに関しては3月3日から21日にかけてモルガン・スタンレー MUFG が空売りを行っていますが、増減株数のところ、色ついているところですけれども、こちらご覧いただきますと、マイナス数量が買い戻し、プラスの数量が空売りの構築ですので、それなりに買い戻したり空売りを行ったりといったところを交互に行っているように見受けられます。そして棒グラフが出ているパーセントの数字、こちらは現在の株価からのパフォーマンスということで、プラスに出ている場合というのは、空売りを行っていると苦しい状況。逆にマイナスに出ている場合というのは空売りのポジションが報われているという状況ですので、増減株数がプラスかつこちらのパーセントの数字がかなり大きい数字というのは、空売りのポジション残っていればかなり苦しい状況ということになります。そうするとですね、空売りと買い戻し交互に行っているような状況というのはそんなに苦しくない。メリル・リンチに関してもそんなに苦しいポジションは残っていないといったような状況ですが、色をつけているシティグループ、こちらに関しては3月3日から12日にかけて一辺倒に空売りを積み上げ続けています。これがですね、すべてのポジション 20% 以上の損失が出ている状態ですので、今後シティグループがどのように動いてくるかというのが注目ですね。株価下がってくるのを待つのか、それとも損切りで買い戻しさせられるような展開になってくるのかというのが非常に注目になってきます。続きまして、オルツという銘柄ですけれども、こちらに関しては、まずですね、緑色のハイライト、UBS、こちらが3月13日から21日にかけてかなり大きな空売りを構築しています。株価水準に関しては、原値が534円。一方、空売りを構築したのは、最も大きな23万株、524円。それ以降はですね、559円のタイミングでも10万株ほど積み上げを行っていますが、おそらく難品をしているといった状況でしょうか。このポジションに関しては534円の原値ではあまり苦しくはない状況ですが、他社の空売りのポイントとなるオレンジのハイライトですね。UBS の上下、モルガン・スタンレーと野村インターナショナルの買い戻しが大きく行われているポイントというのを見ますと、559円なんですね。そして彼らのポジションもまた559円ではそんなに利益が出ていないポジションだったにもかかわらず、買い戻しを行わざるを得なかったと
いうことなので、この559円という水準、これが一つ上抜けてくるかというのが UBS の投資行動の今後の判断に影響してくるのではないかというふうに考えています。まだ559円だと空売りを積み上げた17日ですけれども、この後ですね、560円以上のところ、ここでもさらに空売りを行ってこれるのか、あるいは買い戻しせざるを得なくなってくるのか、少なくとも同業他社2社に関しては買い戻しをしてきた水準であるというところなので、かなり一つの目処として有力な株価になってくるんではないでしょうか。続きまして HM コムですけれども、そこまで空売りの状況に各社の分別の中ではポイントとなるところありませんでした。ブルーイノベーションに関しても株価急騰していますので、買い戻しが目立つような展開、あまりしこっているような空売り数量というのは見受けられず、その後トラースオンプロダクト、こちらに関しては野村インターナショナルのポジションで少し面白い。まずですね、3月すべての営業日じゃないかと思わせるぐらいの空売りの動き方ですね。売るか買うか必ずしているといったような状況。そして割合に関しては 5% という大きな割合で空売りを行っています。そして3月の3日から13日上旬は7日を除いて全て空売りを積み上げていた段階、400円台で空売りのポジションをどんどんと構築していったわけですね。そして3月17日から24日にかけて買い戻しを行っているわけですけれども、これすべて500円台で買い戻しを行っているということで、面白いですね。で、現年524円というところで買い戻しを行い終わった後にまた折り返しちゃったと。往復ビンタみたいな気持ちわからんでもないですけれども、それで一番最後3月25日に552円で維持でも少し空売りを積み上げたと。そんなような状況ですね。空売り構築した後に買い戻し済んでるんだったらもう損切りして終わってるんじゃないかというふうにも見受けられますけれども、これはですね、この間の数量合計しますとまだ3万ぐらい残ってるんですね。上旬の空売りの積み上げがだいたい7万株、一方で買い戻しを行ったのは4万株程度ですので、この期間のポジションだけで3万残っています。そして3月より前の段階ですでに 4.2% の構築を行っていますので、現在全期間で残っている空売り株数というのが23万3500ですね。3月25日の空売り株数のところ、少なくともそのうちの3万株は400円台中盤で空売りさせられていますので、524円でも全然苦しい状況です。ですので、ここからさらに買い戻しが進んでいく動きが出てくるのではないかと。このトラスオンプロダクトにおける野村インターナショナルの動き方というのは非常に今後注目になってきます。そしてアンバンクドですけれども、こちらも売り買い工作といったようなところ、数字的にもそんなに大きな苦しいポジション、あるいは利益が出ているポジションというのは見受けられませんでした。ということで、個人的には注目のポイント、今挙げましたけれども、こちらのリストも少し一時停止などして、この空売り業者のこの銘柄の動き方、注目ちゃうんか、みたいなところを見つけられましたら、ご覧の皆さんも個人的にウォッチしていただけると面白いかもしれません。はい、ということで、ここまで注目銘柄をピックアップして、冒頭の3条件、信用売買空売り算の分析、割高割安の指標、大量保有報告という順番でご覧いただきました。最後にその中で注目となるような銘柄、訂正判断でご覧いただきますと、まずはハートシードとトラースオンプロダクト、この2銘柄面白いんではないかと思っています。株価の推移と信用売買の数量変化というのを期間合わせてご覧いただいてますけれども、まず左側のハートシード、一度ですね、年末に大きな株価の吹き上げを見せています。そしてこの時、オレンジの棒グラフは株価の上昇とともに下がっている。つまり、損切りで買い戻しをさせられている理想な展開が一度訪れたわけですね。そして足元のところさらに空売りの数量が積み上がっている。株価の上昇としてはまだ前回の吹き上げよりはだいぶ下ですので、もう一度この展開来てくれるんではないかと、同じような需給逼迫による買い戻しというのが起きるんではないかと個人的に期待している銘柄です。右側トラスオンプロダクトに関しては今ご覧いただいたように特定の機関投資家が苦しい状況になっていますので、そちらが注目ポイントですね。少し株価だれてきてしまって520円といったところですけれども、最後維持で野村インターナショナルが空売りした水準560円前後だったかと思いますので、そこを
今から超えてくるとなると、野村インターナショナルのおそらく全空売りポジションが再びマイナスになってくると、非常に期待の銘柄です。続いての2銘柄、エンコムとオルツに関しては、株価の色、ご覧いただいてもお分かりの通り、基本的には足元難聴な展開が続いています。一方で空売りの数量というのが増えている。オルツに関しても特定の期間が苦しい状況になってきていますので、この水準を超えてくるかというのが注目ポイントではありますが、全体的にはそんなにしんどくはない。需給が逼迫してきているという状況ではないかと思います。コムに関しても空売り数量増えていますけれども、まだ横ばいといったところ。オレンジの棒グラフ空売りが増えてきている2月中旬以降ですね。株価の水準というのは横ばいですので、この後上に行くか下に行くかというところで、吹き上げまではまだ少し時間がかかってくるかもしれません。そして最後の2銘柄、アンバンクドとブルーイノベーション。左側のアンバンクドに関しては、特筆だって面白い展開、データもなかったんですけれども、空売り残に関しても少し足元、どちらかというと縮小しているといったような展開で、株価も難聴といったところ、あまりピックアップしなくてもいいのかなと思ったんですが、そうですね、少し余計だったかもしれません。少しチャートご覧いただきますと、1月中旬の底を打ったところから少しずつ右肩上がりにトレンドとしては戻ってきているというような展開ですので、ここからですね、空売りが入ってきたとしても、底堅い展開が続いていくんであれば、勝負になってくるかなといったような、少し今回から次回にかけてではないかもしれないけれども、名前だけちょっと見ておきたいなといったところ。そして右側ブルーイノベーションに関しては、すでに踏み上げが起きているような展開ですが、空売りの数量をご覧いただきますと、2月以降急激に増えているものがほとんど減っていないということなので、先ほどの大量保有報告で期間ごとに特徴だった動きはないと申し上げましたが、こちらに関しては全体的に売り買い交錯しながらも解消できない状況が続いているという意味で、少し今後、もはやこちら初期段階とは言えませんけれども、前々回ピックアップした銘柄として少し注目していきたいなというような銘柄です。ということで今回は6つ銘柄を選びましたけれども、最初の2銘柄を中心に真ん中の2銘柄のうちの1つ、ご覧いただいている最後の2銘柄のうちの1つといったような軸足の置き方で来月にかけて株価の吹き上げ起きてくるか検証していきたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。